100均の物入れをですね、これも100均で買ったフックにかけて小物の整理としてつけたんですけど、ちょっとでも重いものを入れるとこういうへたってくる感じがあるんですよね。見た目的にもあんまりなんかよろしくないかなっていう感じがするので、これは変えようと思います。軽いもの入れるだけだったらすごい安いし全然いいと思うんですけど、 Amazon でこちらを買いました。ポケットいっぱいついてるバックシート用の収納ですね。角度3、ケーブル、くる。外のとちょっと調べたら面白いかも。確かにこれダイソーのやつでカトラリーをちょっと片付けようと思ってさ。あ、なんかこう作ったね。そうそう。あ、綺麗にした。あ、ありがとう。お、ぴったり。ぴったりぴったり。ちょっとレバーは入りそう。なるほど、こうみたいな。いいな、エブリへへへへへ。いいだろう。ダイソーの調味料ボトル、収納ポーチ。ボトルを洗いました。なあ、ぐるちゃん。もういいね。待って、ちょっとぐるちゃん。ぐるちゃん、これ爪研ぎした。ぐるちゃんひどいよ。これ私のボードなんだけど。
いちゃんウェットフード食べようか。ウェットフード食べようか、ベルちゃん。ねえ。はい、ベルちゃん。おいしい？ねえ、ぐるちゃん。雨だね。ぐる行ってくるね。ぐる行ってくるよ。ぐる行ってきます。ぐるバイバイ。ぐるバイバイ。料金は2000円です。達夫がねつけてくれたいつでもパワーウィンドウか、これを押してパワーウィンドウが使えるようになるっていうボタンです。ピッコ。あ
あれ何これ、危ない。これいつもペットボトルの蓋にこうやってはめて、でこのロートの上からこう配送ジャーってこの中に捨ててるんですけど、口がちょっと大きいタイプのペットボトルみたいですね。これは合わない。こぼしそう。いけた。で排水がこぼれないと。ナイフの切れが悪くなってるから新調しようかな。小さくてすごい使いやすいんですけどね、このサイズ。豚ひき肉です。粗挽きを買ってみました。本当に家庭用の炊飯器なんですよね。350ワット。これマイコン式なんで、早炊きがいいっす。始まった。なんかサブバッテリーがうなりだした。430ぐらい出てる。サーフボード近っ。はあ。さっき30度ぐらいあったんだけど、どんどん気温下がってますね。外の風がめちゃくちゃ涼しいんで、換気扇はこのポタ電につないで動かしてます。チャリの存在感がすごい。シートの裏につける収納にはよく使うもの、こういうストックバッグだったりケーブルとか、あと除菌シート、ゴミ袋とか。あ、ご飯炊けた？できたみたい。
酢はねちょっと場所取りたくなかったんで小さめの瓶に移し替えてきました。酢をねめっちゃ消費するんであまりに小さいやつだと足りないし、ちょうどいいのがないかなと思ってこれを見つけて。美味しい。炊飯器でほったらかしてできたとは思えない。しかもね、今ちょっとびっくりしてるんですけど、ご飯が美味しい。ちなみに米持ってくの忘れたわと思って途中で慌ててセブンで買ったセブンイレブンの米。タイガーさんすごいですね。省エネでコンパクトな炊飯器みたいなのを今まで結構使ってたんですよ。やっぱ全然違いますね。重さはね結構重いんですよ。で大きさもまあまああるし、まだめっちゃ熱い。この釜がいいのかな。この行き場が炊飯器使って 93%、 余裕ですね。よし、来た。どこを挟むのこれ。これでいいのか。おお、おお、すごい。いててててて。涼しい想定でちょっとあったかい寝袋を持ってきちゃったんですけど、もう一個薄いのでもよかったかなっていう感じですね。
なんあ、やったー。これあんまりうまくない。あ、そうなんですか。油使って料理しちゃえば刺身は無理ですけど、あ火となんか焼いたり。あ、はい。あ、なんかまた。もうだいぶ減ったな。まあでもこれから移動するから大丈夫でしょう。ここまでご覧いただきありがとうございます。恒例のコメント紹介です。草野和也さんから、こんばんは。達夫さんが釣りに行かれ、少し寂しそうな海子さんがグルちゃんに癒され慰められてる感じがして、なんかほっこりしました。私も家庭菜園しており、季節のお野菜作っています。収穫し家族で食べる時間は幸せを実感します。達夫さんと海子さんが幸せで健康で旅が続けられるように願っていますね。これからも動画楽しみにしています。ありがとうございます。いや、家庭菜園素敵ですね。私も最初は野菜を作ろうって思ったんですけど、旅で家を空けたりすることが多いので、ハーブとかの方がこう手をかけずに育てられるのかなと思って、今はハーブだけにしているんですけど、野菜憧れます。いつもありがとうございます。高橋さんから、猫ちゃんってこんなにベタベタなんですかね。イメージ的にスーンってしていて
たまにしか寄りつかない、そんな感じでした。時間が来て餌が出たら2階に駆け上がってパクパク。今は便利な時代ですね。野良だったグルちゃんには歯磨きといった工程がないので警戒しちゃいますよね。たまに長旅等をしているから人がいると撫でてほしいのかもしれませんね。ここまで触れ合えるのにって思ってしまいますが、生まれて間もない時から一緒だったら歯磨きさせてくれていたのかも。頑張るしかない。はい、そうですね。歯磨きは本当頑張るしかないですね。根気強く。うちのグルちゃんは結構スキンシップを取ってくれる方なんですかね。結構猫ちゃんごとに差が大きいみたいですよね。でもグルちゃんもお一人タイムみたいのがあって、そういう時はもうベッドの下に行って一人で静かに過ごしてるっていう時間もあります。はい、ありがとうございます。新のみさんから、ハーネスを慣れさせてお散歩はどうでしょう。また野生の気分に戻っちゃうかな。ここまで海子さんに心を許していれば大丈夫なのでは。よく喋るグルちゃん、とにかく可愛いです。ありがとうございます。そうですね、ハーネスは実はもう買ってて、お散歩もぜひ連れて行きたいですし、でそれが慣れたら最終的には旅に一緒に行ってみたいなっていう夢があります。新波さん以外にも旅に連れて行かないんですかとか、お散歩しないんですかっていうコメント結構いただきました。抱っこがねちょっとまだ難しい状態で、ハーネスもですねつけることができなくて、まだ実現できていないっていう感じですね。先日 YouTube のイベントがあって、私もよく見させていただいてるんですけど、ワンズと車中泊さんっていうワンちゃん1匹猫ちゃん2匹と車中泊旅をされている方とお会いして、ちょっと短い時間だったんですけどお話しして、猫ちゃんとの旅についてのアドバイスもいただいたんで、これからですね多分時間かかると思うんですけど、根気強くチャレンジしていきたいなと思ってるところです。ありがとうございます。マルタさんから、グルちゃんにお尻トントンはしないのですか。うちの子はお尻尻尾付け根付近をトントンすると喜びますよ。あとうちの子も虫食べてます。かっこお外を知らない箱入り娘ですけどね。アイコンにすごく可愛い猫ちゃんが写ってるんですけど、この子がその箱入り娘ちゃんなんでしょうか。ずっと家猫だった子もやっぱ虫は興味あるんですね。マルタさん以外にもお尻にトントンすると喜びますよってコメントくださった方いて、やったことあるんですけど、なんかお尻の方よりも顔周りが好きみたいで、グルちゃんはですねとにかく顔とか頭とかを撫でて撫でてって言ってきますね。はい、ありがとうございます。ゆめたさんから、海子さん、グルちゃんはじめまして。グルちゃんすっかりおうち猫ちゃんですね。たまにはチャイちゃんも来るのかしら。チャイちゃんの様子も知りたいな。はい、ありがとうございます。ゆめたさん以外にもチャイはどうしてますかっていうコメントくださった方いらっしゃいました。チャイはですねうちに遊びに来る頻度がすごく減ってしまって、なかなか姿見せてくれないんですけど、本当にたまにフラッってやってくるんですよね。なんかそろそろ心配だぞ、大丈夫かって思ってる頃にふっと現れてみたりですね。グルちゃんがいるのが気になるのかな。なんかグルちゃんにシャーってしてすぐ去っていくみたいなそういうパターンが多いですね。グルちゃんとも仲良くしてほしいんですけど、実はこの音声を撮ってる前日にチャイが現れたんですよ。すごく久しぶりにグルちゃんにシャーをしてすぐ去っていったんですけど、でもね元気そうでした。元気そうだったのですごく安心しましたね。ありがとうございます。今回の動画はここまでです。それでは次回お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。